このビデオでは病気の検査とベイズの定理について考えていきたいと思います。ただし英語がわかる方は以下のビデオがおすすめなのでぜひご覧ください。このビデオは日本語話者に向けたものです。まずは検査について話をしましょう。実際の検査で重要な前提は完璧な検査はないということです。しかし検査が完璧でない場合でもある程度は正しいということはよくあることです。私たちにはその不確実さを扱うための道具があり、その話をしたいと思います。不確実なものを数学で考える一つの方法は、ある検査がある確率で間違えると考えることです。例えば100回に1回間違えるなどです。では、このビデオで使う最初の記法ですが、この鍵のような記号は not と読み、何々ではないを表す記号です。not 病気は病気ではないを表します。便利なので、この後使っていきたいと思います。まず、完璧ではない検査ではどんな状況が起きるか、場合を分けて考えましょう。では、その表を作ります。検査結果には間違いがあるので、検査結果と実際に病気かどうかを区別します。検査の結果には陽性と陰性があります。結果が陽性をプラスと書き、陰性をマイナスと書きましょう。そして実際に病気である場合と病気でない場合を考えます。先ほどの否定の記号をここで使ってますね。まずは実際に病気で検査結果も陽性の場合、これは検査が正しく病気を判定した場合です。これを真陽性と言い、真のプラスと書くことにします。また、実際に病気でない場合に検査結果が陰性の場合、これも検査が正しく病気でないことを判定しました。これは真陰性と言い、真のマイナスと書くことにします。しかし、検査が完璧ではないので、病気でないのに陽性と判定してしまった偽陽性と、病気なのに陰性と、病気を見抜けなかった偽陰性の2つの間違いが起きます。正しく判定できた場合には、検査結果に真のがついています。これは検査がうまくいった場合です。間違えているものには検査結果に偽のがついています。不完全な検査では、これら4通りのことが起きることを踏まえて考えていきましょう。不完全な検査では、検査結果がどれだけ信頼できるかが知りたいことになりますね。2種類の間違いがあるので、2つ知りたいことがあります。1つ目は、検査結果が陽性の時、本当に病気である可能性。2つ目は、検査結果が陰性の時に本当に病気ではない可能性です。ところでこの2つにはあるパターンがありますが見えますか？それは何々の時に何々である可能性というパターンです。このパターンを抜き出してみましょう。この E の時に H である可能性というパターンについて考えるものがベイズの定理です。どうして A とか B ではなくて E とか H にしたかは後で説明します。このパターンについて一つ注意しておきます。数学は形式と意味がとても近い言語です。そこでこの文全体を形式的に条件 E にすることもできます。これは無条件ではできませんが、できる場合には E の時 H の可能性自体をまた E と見ることもできます。古典落語の頭山みたいですね。これは強力な考えなので後でまた見ることにしましょう。では、ベイズの定理の式を示しましょう。これですが、これですと言われても困る人も多いでしょう。まずこの式を一緒に読んでいきたいと思います。それぞれの記号が何を示すのかを見ていきましょう。括弧の中の文字は何かが起きるとか起きないとかある状態になったことを意味します。それを E、H、A、B などの1文字で書きます。これを事象という聞き慣れない言葉で言うんですけども、英語ではイベントですね、イベント。今回の例のイベントとしては、実際に病気であるイベントが起きるとか、検査結果プラスのイベントが起きるとか言います。数学をする人は書くときにできるだけ怠ける傾向があるので、イベントを E のように1文字で表すことが多いです。括弧の中の H バー E というこの縦棒の意味ですけども、これは E の時に H という意味です。ベイズの定理では H を仮定 Hypothesis のイベント、E は証拠や条件 Evidence のイベントを表すことが多いので、その頭文字の E と H を使っています。そして縦棒はイベントに条件があったことを意味します。ここで H バー E が E の時に H と読む順番が書いた順と逆になってますね。なぜこんなややこしいことをするかですが、英語ではこれを hypothesis given the evidence と書くので、英語の語順ではそのままです。これは英語などヨーロッパ言語の語順だと思えば分かりやすいと思います。P の括弧は確率を表します。括弧の中にイベントを入れると、そのイベントの確率になります。ですから、P の A は A の確率。P の H バー E は E の時に H となる確率と読むことができます。これで読むだけならもうできますけども、具体例がないと分かりにくいでしょう。次は具体的な例を考えてみます。ではもう一度ベイズの式を出しましょう。このビデオではこの後例として H を病気であるイベント、E を検査が陽性であったイベントとします。左辺の P、H バー E の括弧の中、
H バー E は検査プラスの時に病気であるというイベントです。それが P に入っているので、検査プラスの時に病気である確率を表します。これが左辺ですね。式の右辺は分数になっています。分数は割り算のことで、例えば 1÷3 は3分の1です。右辺の分子の最初の項 P の H は H である確率なので、これは病気の確率になりますね。そして P の E バー H、これは H の時に E である確率なので、病気の時に検査プラスとなる確率です。最後に分母 P の E ですけども、これは E である確率なので、検査プラスの確率です。これで割り算をしていますね。また、この P の E ですけども、これは場合分けができます。まずは病気の時とそうでない時、P の H と P の not H に分けることができます。そして、検査がプラスになるというのは、病気の時に検査がプラスの場合と、病気でない時に検査がプラスになるという場合の2種類でその和になりますね。今後はこの E と H が何のイベントか忘れないように上に置いておきましょう。これで等式は読めたんですが、分かったとは感じないかもしれません。数学は言語なので嘘もつきますし、間違うこともできます。式が書かれていてもそれが正しいかは本当は証明が必要です。そのため学校では普通定理証明、定理証明と毎回証明がついて回ります。数学の言葉を話す練習よりも証明ばかりになって味気なくなることがよくありますが、嘘をついてないことも大事なんですよね。このビデオでは意味の方に焦点を当てたいので、証明は省略します。証明に興味ある方は3 Blue 1 Brown のビデオなどをご覧ください。では、もう少し式の意味を見ていきましょう。式をまた出しておきます。はい。私が高校でこのベイズの定理を習った時は、そもそもなぜこの定理を習うのかが分からず苦手でした。後でこの式をすごいと思ったのは、この左辺は分からないが知りたいことで、右辺を分かることだということです。それを見ていきましょう。まずこの左辺 P の H バー E は検査結果が陽性時に本当に病気なのかという確率ですね。不完全な検査で陽性が出た。じゃあ本当に病気なのかというのが知りたいことです。これは未知です。そして右辺の最初の項 P の H は実際に病気の確率です。これは難しいんですけども、検査などを繰り返していくことである程度把握したり、また後で見るように精度を上げていく方法がありますので、これも検査の前にある程度分かっています。P の not H は病気の人の可能性が分かっていればそうでない補集合の可能性などで分かりますね。P の E バー H は実際に病気の時に陽性の出る確率です。これは検査方法の性能の一つですね。これを検査の感度ということがあります。ところで検査方法の性能がどうして分かるのかという疑問を持った人は鋭いですね。検査キットをどう検査するのか、物差しの長さはどうやって測るのかという問題ですね。これは例えば測る検査キットとは独立したより高価で確実な方法を使って答えを求めておき、それで検査キットを検査したりします。実はこれはこれでまた深いテーマです。あとは P の E バー not H ですが、これは病気でないと確実に分かっている人で検査キットを検査して測っておきます。1からこれを引いたものを得意度ということがあります。これで右辺は全部分かっている値になりました。それで分からなくて知りたかった左辺が計算できます。これがこの定理のすごいところです。それでベイズの定理とわざわざ名前がついています。数学の定理とかいうものは普通このように何かすごいところがあるものです。またこの推定をするためにはここでいう感度と得意度の両方が必要ですので、この2つを測っておく必要があるのはお分かりだと思います。ではまずは簡単な具体例でこの式がどう計算しているかを見ましょう。ベイズの定理の式が正しければ左辺と右辺は等しくなるはずです。それを例で確認してみます。例えばここには10人の人がいて、そのうちの4人が実際に病気だと仮定しましょう。また今回は簡単のため病気は必ず検出されるとします。すると病気の人は全員陽性ですね。そして病気でない時に3人に1人が偽陽性になるとします。するとここには病気でない人が6人いるので、そのうちの2人が偽陽性です。この場合、病気の可能性というのは10人中の4人なので10分の4です。そして病気でないのは10人中の6人で10分の6です。病気の時には必ず陽性なので4人中の4人 P の E バー H は4分の4になります。病気でない時に偽陽性の出る確率は3分の1でしたから、6人中の2人で6分の2になります。計算していきましょう。4分の4は1で1をかけても数は変わらないので消えます。10分の 6×6 分の2は6が消えて10分の2です。10分の4足す10分の2は10分の6です。分子と分母の10が消えて結局右辺は6分の4になりました。左辺 P の H バー E は検査がプラスの時の病気の確率ですから陽性が6人。そして実際に病気なのは4人で
やはり6分の4。計算は合いましたね。しかし、普通ランダムに検査をして10人に4人、人口の半分近くもある特定の病気ということはないでしょう。もっと病気の人の可能性が少ない場合を考えましょう。今度は1000人の人がいて、そのうちの1人が実際に病気だとします。すると P の H は 0.001 です。すると病気でない確率 P の not H は 0.999 になります。今回も病気の人は検査で正しく陽性と判定されるとしましょう。つまり感度は 100% です。すると P の E バー H は1です。そして病気でない時に陽性になる可能性を 1% とします。これは特異度が 99% ということです。すると P の E バー not H は 0.01 です。これらを全部代入して計算をします。結果は 0.091 約 9%。つまり検査が陽性の場合、本当に病気の可能性が 9% です。これはかなり低いと感じるのではないでしょうか。病気ではない場合、偽陽性になる可能性が 1% の検査、つまり 99% 正しいはずの検査で 9% しか正しくないように見えます。間違いがないか図でもう一度見てみましょう。1000人の人がいる場合でしたね。まずは1000人を図示してみます。はい、このうちの1人が病気です。先ほどの条件ではこの人は新陽性となりました。特異度が 99% の場合、病気でない人が偽陽性になる可能性は 1% あります。つまり10人が偽陽性になる可能性があります。検査が陽性になった人だけを見てみましょう。条件付きの部分だけを見るということです。検査陽性の人は全部で11人いて、そのうちの1人、9% が本当に病気でした。間違っていませんでしたね。私が思うにこれが直感に合わないのは、病気の可能性が偽陽性の可能性よりも相対的に低いためです。ここで相対的というのが大事だと思います。1% 間違える場合に 0.1% の正解を見つけるのが難しいんです。99% 当たるのだから、条件がついても 99% 当たると単純に考えてしまうのが誤りでしょう。しかしこのベイツの定理の条件をつける、ある意味視点を変えたとき直感に合わないことが多いというのは、またいつか深く掘り下げてみたいところです。さて、これを見て 99% の精度の検査でも役に立たないというのは早計だと思います。ここでは陽性の人が11人に絞られました。この人たちにもう一度検査をしてみましょう。1回目の検査では病気の疑いのある人たちは11人で、その時実際に病気の可能性が 9% になりました。この条件でもう一度ベイズの定理を適用してみましょう。実はここで形式が同じなら意味も同じということを使っています。ここで検査は独立したものを考えます。わざわざ独立と断ったのは、コラレーションがあるとこの結果を歪めてしまうことがあるからです。このため、検査性能は似たもので、検査は別の機関や別の検査方法を使うなどを仮定します。すると、P の H は 0.09。P の not H は 0.91 です。そして検査キットの性能は前回と同じとします。すると、P の E バー H は 1.0。P の E バー not H は 0.01 です。これを代入して計算をすると、結果は 0.91 で 91% という高い結果になりました。独立した再検査によって精度が格段に上がりました。これは不思議に思うかもしれません。同じ検査性能のはずなのに急に精度が上がったように見えるからです。しかしもう一度ベイズの式を考えてみてください。今回は11人を検査しています。この場合、最初仮定したように偽陽性になる可能性は 1% でした。すると11人の中で偽陽性になるのはほぼ0人、いても1人です。こうすることでほぼ確実に病気の人を見つけられます。これは完璧ではない検査の時に間違いをせずに1000人の中の1人を探すよりも11人の中の1人を探す方が簡単だからです。最初の検査結果の陽性の場合に直感に反して間違いが多いということはよく知られています。人間ドクターのがんの検査で再検査をよく耳にするのは、検査を多段にするとこのように精度を格段に向上させられるからでしょう。また再検査の人数は今回の例では100分の1になっており、再検査の手間も費用も少ないです。最後に複数回検査した場合に精度がどう上がっていくかをグラフにしてみましょう。グラフを出します。この P の X がベイズの式です。ここでは TP を感度、FP を1- 特異度にしてみました。X 軸は病気の可能性です。Y 軸は陽性の時の病気の可能性です。感度 100%、特異度 100% の時には完璧な検査なので、病気の可能性はいつでも 100% で判定されます。しかし、現実はそうではないですね。偽陽性を 10% にするとこんな感じになります。感度を変えるとグラフはこんな風に変化します。
この時病気の可能性が高い場合には検査はおおむね正確です。しかし病気の可能性が低い時には陽性と出た時の信頼度が急に落ちているのがわかるでしょう。感度と特異度を 97% ぐらいにしています。病気の可能性が 0.1% のあたりを見ると 3% ぐらいしか病気を判定できていません。ここで感度と特異度を 99% にしてみますが、グラフを見てもそんなに改善されてないのがわかると思います。しかし、検査の性能を 97% を 99% にするというのはなかなか大変なことです。ここで検査を多段にしてみましょう。感度と特異度両方とも 95% ぐらいにして、そして検査の回数を2回にするとここまで上がります。3回の検査ではどうかというと、検査を3回にするとさらに精度が上がっています。検査を多段にすると陽性判定時の病気の可能性が格段に向上しているのが見えて取れると思います。検査は人の手が入ることもあり完璧にすることはできません。それを認めた上で、間違いがあることを認めた上で、このように多段にするなどの運用の工夫が必要になります。これで検査とベイズの定理について少しでも分かっていただけたら嬉しいです。では次のビデオでお会いしましょう。